メリークリスマスハッピーニューイヤー。星空案内人の佐藤楓です。今日はもうすぐ新年ということで、なぜ1月1日がこの寒い冬にやってくるのかということについて話していきたいと思います。大掃除とかこういう寒い時期にやるのって結構大変で、なんか嫌になりますよね。はい。ということで、なんでこんな冬に1月1日がやってくるのかを話していきたいと思います。まず、1月1日が冬にやってくるのは、実はクリスマスとすごく関係があるんです。まず最初に、そもそもクリスマスがなぜ12月25日にやるかっていう理由を皆さんご存知ですか？その理由を探るには、まず1世紀から2世紀頃のローマまで遡ります。当時のローマはキリスト教と並んでミトラ教という宗教がメジャーでした。そのミトラ教のお祭りにあったのが12月25日に開かれるナタリス・インウィクティです。クリスマスはこのナタリス・インウィクティを元に作られたと言われています。ナタリス・インウィクティはミトラ教で崇められていたソル・インウィクティス・ミトラスの誕生祭です。ソルというのはアルファベットで SOL と書いて太陽を表します。ここでようやく太陽が出てきます。星空案内人の出番です。実は1月1日が冬に来るとか、クリスマスが冬にやるのは天文現象に祀られています。先に答えを言えば、冬至の次の日を1月1日にしました。冬至っていうのは、1年の中で最も太陽が低い位置に来る日です。現在においては、冬至っていうのはだいたい12月22日。誤差はあるものの、だいたい冬至の次の日を太陽神ソルの誕生日としていました。ここまでの内容を一旦おさらいします。クリスマスの元となったナタリス・インウィクティというお祭りがあります。ナタリス・インウィクティというのは太陽神ソル・インウィクティスの誕生を祝う会でした。その日時っていうのが太陽が最も低くなる日。つまり冬至の日の次の日がナタリス・インウィクティでした。そして冬至の次の日が過去の歴史上では1月1日として設定されていました。ここまでで疑問に出てくるのは、今の1月1日、そして冬至の日、そしてクリスマスの日って今全然日付が、全然ってわけじゃないんですけどそれぞれちょっとずつずれていってるのがわかります。冬至の日は12月22日、そしてクリスマスの日は12月25日。なんでこんな感じに日付がずれていったのか。それを探るには、いろんな理由があるんですけど、しかもいろんな原因が重なり合って今のこの状態になったので、厳密には計算できない、追い切れないんですけれども、ざっくりとした理由を説明すると、今の1年の長さっていうのはグレゴリオスさんっていう人が、定めたグレゴリオ暦っていうのに基づいて1年の長さを決めています。それっていうのは基本的には365日1年の長さあるんですけど、4年に一度はウルー年があって、でも100年に一度はウルー年がなくなって、でもやっぱり400年に一度はウルー年になるみたいな設定にしておくと、ちょうど1年の長さが 365.2425 日になるようになってます。で、このシステム自体は1600年前後かな、確か。そのあたりに、設定されたんですけれども、それより前は、4年に一度の設定のみで、1年の長さは 365.25 日だったんです。で、これを決めたのが、有名なね、ユリウス・カエサルっていう人なんですけれども、で、ユリウス暦って言われてます。ちょうどその暦システムを。で、その暦システムっていうのは、だいたい紀元前くらいに設定されまして、で、そのユリウス暦からグレゴリオ暦に至るまではだいたい1600年以上
その暦が使用され続けたんですね。でそうなってくると、その1600年でのズレって、大体12日くらい、1年ちょっとずつのズレが積み重なって12日暦システムがずれてしまっていたんです。でそのズレを修正するために、1年のちょっともろもろをねずらしていった時に、冬至の日とクリスマスの日がずれていきました。で冬至と1年の1月1日っていうのがずれた理由はもっと前に遡って、このユリウス暦を設定する4年に一度のみのユリウス暦を設定するときに、それ以前は355日の暦システムを使っていたんですなのでめちゃめちゃ大幅にずれてたわけですよでそこでですね、1年の始まりと冬至が結構大幅にずれることになったと言われています。もっといろんなね要因はたくさんあるんだけれども、1年の始まりと冬至のズレについては大きな原因はこんな感じになります。実際暦システムっていうのは人間の歴史上何回か変わっていたり、例えば地域によっても結構違うんですよね。イスラムの地域だとこの暦システム、日本だとこの暦システム、例えば日本だと後期っていうのがあって、神武天皇、ちょっとあんま歴史詳しくないからわかんないんだけど、そのなんとか天皇っていう人が生まれてから1年数え始めるみたいなシステムもあったりして、いろんなね世界中にいろんな暦システムが乱立していって、それをね一本化するっていう時にこういうズレが生じていって、今の1月1日と冬至がずれたり、クリスマスと1月1日がずれたりみたいな話になってます。とりあえずここまでの結論を言うと、クリスマスと1月1日ハッピーニューイヤーっていうのはほとんど同じ意味、同じ儀式、同じお祭りだったということです。なのでメリークリスマス&ハッピーニューイヤーなんですはい、一旦ここまでは大丈夫でしょうかはい。で、最後にですね、いろんなちょっとオタク話になっちゃうんですけど、もうここまでで結構オタク話を結構してたんですけど、実はね、この、日本の暦システムっていうのは、結構ね、最近というか、明治時代に今の形式に変わったわけなんですけれども、はい。で、その暦システムが変わるときに、日本って実は、12月2日から急に1月1日に変わったんです。これっていうのはさっき説明した1年の長さがちょっと違う355日システムに近いやつを日本は江戸時代までずっと使っていまして、そこから明治時代になって急に変えるっていうことになって、そのタイミングが12月2日から一気に変わって1月1日になったんです。でよくよく最近のカレンダーを見てみると、旧暦と新暦の違いってだいたい1ヶ月くらいになってませんその原因っていうのはこの12月2日から急に1月1日、だいたい今29日間あるんですけどその分飛んでしまったからなんです。で中国でも似たような話があって、中国は11月13日になんと切り替わったんですなので、中国のね、1年、旧暦の1月1日を祝うお祭り、春節っていうのがあるんですけど、それ大体2月下旬くらいに行われてますよね。それは、この11月13日から1月1日までの、あった2ヶ月、1ヶ月半くらいのズレがあるため、新暦でいうところの2月下旬頃に中国の春節っていうのが行われますね、めっちゃ面白いでしょ、暦の話はい、こんな感じで私たちの身近なところにあるお祭りだとか、なんて言えばいいんだろう、そういう季節のイベントっていうのは、こういう太陽を基準とした、暦システムによって、結構支えられてるところがあります。例えば、イースター復活祭とかも春分の日、新しい春がやってくるんだなっていうのを祝うためのお祭りだったんです。みたいな感じで、私たちの生活って結構意外なところに星が溢れてたりするので、ぜひぜひ自分たちの生活の中にお星様ちょっと探していただければなと
思います。はい。ということで、今回は1月1日とかクリスマスについて話していきました。はい。まあね、今日もこんな感じでクリスマス衣装でやらせていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私たちのね、生活と天文現象はかなり密接につながってるっていうことがね、皆さんにお伝えできれば幸いです。はい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。はい。それでは、メリークリスマス&ハッピーニューイヤー。良いお年をってまだ早いか。バイバーイ。